はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークのゴッツです。私よくいろんなポータブル電源の測定やってるんですけど、とあるメーカーから3000ワット大出力のリン酸鉄リチウムイオンポータブル電源を出すんだけどバラバラにしてみないという連絡をいただきましたので、はい、遠慮なくバラバラにして中身を確認してみたいと思います。もちろんただバラバラにするだけじゃなくて、いつも通り実用量や充電速度、電気の波形や無停電装置とかもいろいろ試してみたいと思います。で、今回使ってみる機種や測定に使っている機器なんかは下の概要欄に詳細載せておきますので、興味がある方いらっしゃいましたら見てみてください。工具のバッテリーなんかはスペックの容量と中身が違うこと多いんですけど、こいつはどうですかね。で、今回測定してみるのがこれ CTEC-I って読むのかなっていうところのポータブル電源 ST2000 ですね。で、スペックはと言いますと、はい、容量が 2073.6W 時、定格出力が 1800W、 最大出力が 3000W、 バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、重放電サイクルは約2000回以上、これ容量 80% 維持の時ですね。で、ソーラー発電入力が 500W、 サイズが 411×260×355 で、重量が 28kg っていう風になってます。で、まずパッと目につくのがリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載した長寿命2000回っていうとこですね。で、これ電気代の節約のために毎日ソーラー充電したり、災害の備えとして長期保管する時とかに有利ですね。それから地味にいいのがソーラー入力最大電圧が 65V。 最近増えてきた高電圧タイプの大型ソーラーパネルや複数のパネルを直列接続するっていうことができるようになります。何はともあれ中身出してみますかね。はい、で中身出すとこんな感じですね。まず入っていったのが AC のコードだけ、先っちょはアース端子付きコンセントになってます。それからシガーソケットから充電するためのコード、それからこれはソーラーパネルに接続するためのケーブル、そしてなんじゃこりゃ、多分アースを接続するためのネジですかね。それから専用の収納袋、そして最後に取扱説明書で、中身全て日本語で書かれているので、これ迷うことなく使えるかと思います。で、もしかしたら取説全ページ気になるっていう方がいらっしゃるかもしれないので、ゆっくりめくっていきます。では早速本体見ていきましょう。まずは正面からですけども、真ん中に液晶ディスプレイがあって、中央がバッテリーの残量とあと何時間使えるかの目安で、右が出力電力で左が入力電力っていう風になってます。画面の下の方に USB ゾーンがあって、 USB Type-A 形状が6口、 Type-C 形状が2口あります。で、その左の方に行くと、はい、DC の出力ポートがあります。で、その上の方にシガーソケットで、右側の方に行くと、はい、AC100V の出力が4口あります。
そして下の方に行きますと、はい、これは DC の入力ポートですね。で側面を見てみますと、はい、全面的に通風口になってますね。で次は裏側を見てみると、白い四角いのがついていて、はい、照明スイッチを押すとこんな風に光ります。でこいつこの状態で長押しをすると SOS 点滅、そして短押しをするとオフにすることができます。でこの左についている端子は AC100V の入力ポートになります。で逆サイドの側面はと言いますと、はい、反対側と同じで通風口があるだけです。で上側なんですけども、はい、本体と一体化した頑丈な持ち手がついてます。そして真ん中の方は平らになっているので、ここら辺には物を置くことできそうですね。次は一体こいつ何がどれだけ動くのかやってみたいと思います。まずは USB ですね。ここにつながるだけ線をつないでみます。まずは USB Type-C をスマホに接続して、はい、充電できてますね。次は10インチくらいのタブレット、これも差し込みますと、はい、電気がついてちゃんと充電できてますね。次は自動首振り機能付き扇風機、はい、ここに接続すると、はい、LED が点灯して充電中になりましたね。次は卓上加湿器、これも USB を差し込みまして電源を入れますと、はい、ちゃんと動いてますね。 USB 関係は今この4台が同時に給電されてる感じなんですけども、この時の消費電力はと言いますと約 17W です。まだまだ全然余裕ですね。次は 12V 系ですけども、使ってみるのはこれポータブル冷蔵庫です。こいつマイナス20度まで冷やすことをできます。これを DC の差し込み口に差し込んで、はい、ちゃんと動いてますね。せっかくなんで最低温度のマイナス20度で運転します。では冷蔵庫を追加したら何ワットになったかと言いますと約 50W。 まだ余裕です。次は寒い季節に欲しくなる電気毛布です。これをのれん分けコネクター使って差し込みますと、はい、音はしないですけど電源入りました。ではこの状態で消費電力何ワットかと言いますと約 70W。 はい、次は 100V 系ですけども、使う機器はこれポータブルスポットクーラーの感激くんです。でコンプレッサー積んでる機器って結構動かせないポータブル電源多いんですけども、果たしてこれは動かせるかなと。では電源入れてみます。はい、だんだん音が盛り上がってきましたね。ちゃんと動いてるみたいです。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、約 170W。 まだ余裕ありそうです。次につないでみるのが超小型セラミックファンヒーター。これちっちゃい割に結構電力食うんですよね。ではこいつを接続して中で運転します。はい、風が出てきましたね。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約 900W。 で次につないでみるのがこのカーボンヒーターで、これかなり省電力なモデルなんですけども 200W、400W 切り替えて使うことできます。ではこれを 200W にセットして、この時の消費電力はと言いますと、はい、ちょっとばらついてますけど約 1000W。 で次につないでみるのが家庭用カーボンヒーター。それではスイッチをオンにして中くらいで運転します。ではこの時の消費電力はと言いますと、はい、合計で約 2060W。 はい、定格の 1800W はすでにオーバーしてしまってますけども、この程度であれば問題なく使えるみたいですね。というわけでいろいろつないできたんですけども、まずポータブル冷蔵庫と電気毛布、それからポータブルスポットクーラー、
それから中運転の超小型セラミックファンヒーター、それから200ワット駆動のカーボンヒーター、そして家庭用のカーボンヒーター、そして USB 機器が小型扇風機とタブレットとスマホと卓上加湿器。今これら全部の機器がこのポータブル電源1台で全て動かせていますね。こんなに同時に使うことそんなにないんですけども、これだけ同時に動かせれば何かあっても安心ですかね。次は騒音測定してみたいと思います。今ファンがフル回転している約1500ワットで動いてるんですけど、この状態で1メートル離れたところの騒音はと言いますと約52デシベル。エアコンの室外機や静かな事務所の中と同じ音量レベルですね。ちなみに何もない時の部屋の暗騒音は約39デシベルでした。はい、次はですね、100ボルトから出ている電気の波形を測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、オシロスコープですね。もっといろいろ細かく見たいなと思って、少し前にちょっといいやつに買い替えました。で、電気の波形は大きく分けると制限波、疑似制限波、区形波っていう3種類があって、制限波っていうのが家庭用コンセントに来てるような綺麗な波で、疑似制限波と区形波はなんとか制限波に近づこうっていう風に頑張ってるような波形ですね。で、制限波はほぼ全ての電化製品使えるんですけど、疑似制限波や区形波は結構使えない家電があったりします。特にコンプレッサー積んだ電動機なんかに区形波を入れるとぶっ壊れる可能性が高いので注意が必要です。はい。で、今何してるのかと言いますと、これ専用に作成した端子台にプローブを接続して電気を取り出そうとしているところです。ちなみに 100V の波形の測定って危険なので、自信のない人はやらない方がいいです。では早速 AC100V の電源を入れています。はい、波形が出てきましたね。で、どうなってるのかと言いますと、間隔狭くて分かりにくいのでちょっと大きくします。はい、かなり拡大したんですけども、中央の位相が反転するときにちょっとギザギザっていう模様が見えますけども、この程度であれば実使用上は問題ないと思われます。で、下の方に出ている50っていう数字が周波数なので、今ちょうど 50Hz が出力されてるって感じですね。で、こいつ AC100V 出力の周波数を切り替えることできます。で、切り替え方法は簡単。USB スイッチを押しながら DC スイッチを3秒以上長押しすると、はい、これで出力が切り替わったはずで、波形も出てきましたね。で、オシロスコープの方の数値を見てみても、はい、ちゃんと 60Hz に切り替わってますね。はい、じゃあ次は AC100V のところから本当は何ボルトが出てるのか測ってみたいと思います。で、使うのはこれ、ちょっとごっついテスターです。これを挿して測ってみますと、はい、約 111V。通常の電気製品はプラマイ 10% くらいの余裕は持ってるんですけども、電圧にうるさい機器なんかを使う場合は注意が必要かもしれないです。で、こいつ無停電装置 EPS っていうのがついているので、その切り替え速度測定してみたいと思います。ちなみに無停電装置って何なのかと言いますと、普段は壁コンセントから電力を取っていて、停電した瞬間に内部の電源に切り替えて、停電してもそのまま使い続けることができるっていう機能ですね。で、参考までに蛍光灯を取り付けて光らせておきます。はい。で、今壁コンセントから給電されている形なんですけども、この状態でコンセントを抜きますと、はい、一瞬蛍光灯がちらつきましたかね。
で今ポータブル電源から電気が給電されていて、オシロスコープの方にも変化が計測されているはずなんですけども、はい、真ん中の方にちょっとピヨっていうのが出てますね。じゃあちょっと拡大してみて、はいはい、波形がおかしくなってるところが見えてきましたね。ではこのおかしくなっているところの間隔を測定してみますと、はい、画面左下の一番上の項目デルタ X っていうところが切り替え速度になりますね。じゃあ何秒で切り替わってるのかと言いますと、 12.2 ミリ秒で切り替わってます。取説には15ミリ秒以下で切り替わるっていう風に書いてあるので、これスペック通りの性能が出てる感じですね。ちなみに復帰する時の秒数も測ってみたんですけども、デルタ X イコール 7.6 ミリ秒ってなってますので、先ほどより若干早いって感じですね。でこれ人間には気づかれないような速度で切り替わってますけども、電気機器って結構敏感なやつもいるので、気づいて反応する場合もありかと思います。はい、では次は DC12V 系の実用量がどれだけあるのか測定してみたいと思います。で使うのはこれ電力量計です。で電力を消費する機器は何かと言いますと、はい、ポータブル冷蔵庫です。では配線を接続して、今の測定状態はと言いますと、約 13.1V くらいで 35W 程度消費しています。では時間を置いて見ていくんですけども、経験上普通に冷蔵庫使ってるとめちゃくちゃ時間かかるので、蓋を開けっぱなしにして、さらに扇風機で冷気を追い出しながら実験します。はい、結構時間経ったんですけども、どうなってるのかと言いますと、冷蔵庫は停止して本体も 0% になってますね。で最終的に何ワット時伝えたのかと言いますと、はい、表示の2717からリセットし忘れた初期値の850キを引いた 1858W 時使えたってことになってます。あれ、スペックの 2076W 時に足りないじゃんと思った方いらっしゃるかと思いますけれども、リチウムイオンバッテリーは完全に放電するとバッテリーを傷めてしまうので、ちょっと手前で止める安全機能がついてます。あと気温や個体差でも若干変化しますね。では実際何%伝えたのかと言いますと、計算すると、はい、約 90% 使えたってことになってます。で世の中80から 90% っていう製品が多いので、 90% っていうのはなかなかないい数値かと思います。でこいつ仕様を見ると、バッテリーの接続方法が 12V じゃなくて 25.6V ってなってるので、この場合途中で一旦変換ロスが入りますので、いつもの 12V 測定より不利な条件にはなってしまいます。はい、では次は充電実験やってみたいと思います。では早速充電するんですけども、付属品の中には AC アダプターっていうのはついてません。じゃあどうやって充電するのって言いますと、 AC コンセントのケーブルを直接本体に挿して 100V を入れて充電します。それでは電力量計を間に挟んでコンセントに差し込みますと、はい、入力電力がどんどん上がっていってます。じゃあちょっと待ってみますかね。はい、本体では約 1080W、 電力量計では約 1250W っていう風になってますね。それではこのまま時間を置いて見ていきたいと思います。はい、 100% になって充電完了してますね。
では満タンになった時の時間はと言いますと、約1時間47分というわけで2時間を切る超高速充電ですね。ちなみに充電に使った電力量はと言いますと 2.46kW 時でした。はい、次は AC100V の実用量測定してみたいと思います。で、測定に使うのはこれ 100V 用の電力量計です。電気を使う製品はこれ、さっきも使ったカーボンヒーターでは、こいつを 200W で稼働します。で、実際何ワット消費しているのかと言いますと、本体では約 233W で、電力量計では 239W っていう風になってます。ではこのまま時間を置いて見ていきましょう。はい、約7時間が経過したんですけども、ヒーターが停止して表示も消えています。では最終的に何ワット時使えたのかと言いますと 1.61kW 時イコール 1610W に使えたってことになってます。で、12V からの変換効率を計算すると、はい、約 87%。 ちなみに交渉スペックから 100V 直への変換効率は約 78% っていう結果でした。はい、というわけでお待ちかね、本体バラバラに分解して中がどうなってるのか見てみたいと思います。汗でショートしたり感電したりの防止するために手袋はめておきます。で、まず分解しようと思って気づいたんですけど、これ見えるとこどこにもネジがないんですね。で、こういう場合は得てして別部品になっているベゼルって呼ばれるところが外れて、その裏に隠されていることが多いんですよね。はい、めっちゃ苦労しましたけども無事に取ることできました。じゃあこの調子で他のところも外していきますかね。はい、これでネジ隠し用の部品が全て取り外せて、いろんなところにネジが出てきましたね。それでは全部のネジを回して外していきます。はい、ネジが外れて、フロントが取り外せましたね。で、このまま中を開いてみると、はい、フロントの背面に基板がいっぱいついていて、 AC100V の接続端子や液晶画面を表示するための基板、それから DC 系の入出力の基板、これらが配線によって本体に接続されてます。で、配線も本体の振動とかで傷がつかないようにしっかりカバーがかけられていていい感じですね。で、この上の緑っぽいやつはなんか紙っぽい素材ですけども、絶縁のために入れられてるものですかね。
で下の方に行くと、はい、このブルーに見えているのがリン酸鉄リチウムイオンバッテリーのセルですね。でバッテリーセルは1つが 3.2V の 27A って書いてますね。でこれが合計24個入っているので、8直列3並列で合計 25.6V の 81A、 これで合計 2073.6W 時っていう風になってますね。セルが四角なのでスペース効率がいいですね。それでは逆サイドもばらしてみます。はい、開けるとこんな感じになっていて、こっちはシンプルですけども、はい、これが LED ライトの部分ですかね。それからこっちが AC100V の入力端子ですね。それでは同じように側面と上面もばらしていきます。はい、金属のパーツが持ち手のとこまで伸びてて結構頑丈に支えられるようになってますね。で上面のパーツの裏にも、はい、きちんと金属で補強されてますので多少重いものを置いても大丈夫そうですね。そして背面よく見てみると、はい、ここに何か部品が取り付けられそうなスペースがあるんですけど、もしかしたらワイヤレス給電とかも取り付けられるように設計されてたのかもしれません。次は心臓部のインバーターのところらへん分解してみますかね。はい、インバーター部分こんな風になってるんですけど、はい、中に変な配線が遊んでたり中途半端なハンダ付けがなかったりで結構綺麗にまとめられてますね。で放熱シートも結構でっかいのがついていて外装にきっちり落とせるようになってますね。お、後ろのファンから遠いところには個別のファンがこれ取り付けられてますね。でその隣にはでっかいフェライトコアがついてます。で側面の基板を見てみますと、はい、なんか形状的にはバッテリーマネジメントシステムのボードっぽい感じですね。で右上の方を見ると、はい、CTEC-I っていうシルク印刷がついていますので、これ流用部品じゃなくてちゃんと自社で基板を設計しているってことになりますね。はい、ここら辺の配線も綺麗にまとめられてますね。はい、というわけで主要部分バラバラにしてきたんですけども、さすが分解してみてくれというだけあって作りしっかりしてますね。特にネジを隠すためだけのベゼル部品なんて別で作るとコストかかっちゃうんですけども、そこら辺もデザイン性とかを重視してきちんと手がかけられてますね。でバッテリーの周りにもきちんと衝撃吸収の空間が設けられてますので安全性もそれなりに高そうですね。はい、というわけでいろいろ見てきたんですけども、こいつ高速充電や無停電装置の便利機能が搭載されており、バッテリーの中身も物理的数字的にもきちんと詰まっています。それから内部構造もきちんと設計のポイントが抑えられていてしっかりしている印象ですね。
はい、というわけで高速充電や無停電装置を備えて内部構造もしっかりしており、安全&長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載したモデルが欲しいっていう人、それから低放電率を生かした災害への備え、キャンプやスポーツフィットなんかでヘビーに重放電繰り返して使いたいっていう人にはいいかもしれないです。で、販売情報やお得なキャンペーン情報なんかが入りましたら下の概要欄でお知らせしたいと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらちょいちょい覗いてみてみてください。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッター、サブチャンネルもやってますので、よかったら覗いてみてください。それではゴッチチャンネル